皆さんどうもこんにちは。本日は室蘭市にやってきました。ここからもよく見えますけれども、あちらに見えるのが製鉄業ですね。製鉄所、それから製鋼所の、工場群ということになっています。そんな室蘭市は、北海道では、札幌とか函館とかに押されている、それほど大きな都市ではないというイメージかもしれませんけれども、実際はこの製鉄業で非常に有名な町になっています。実際にですね、ここから見える製鉄の、工場もそうですし、そこからちょっと手前に引いてですね、この建物、それからこの建物も、製鉄関係の、会社の社宅ということになっています。で、実際にどのぐらいの数の、製鉄業への従事者がいるのかというところで言うと、実際働いている市民のうちの約11から 12% くらいが、製鉄の関連産業だというふうに言われています。ではなぜですね、こういう場所で大きな重工業が根付いたのか。今回その背景について、実際に室蘭の街を巡りながらですね、探っていこうというふうに思います。というわけで東室蘭駅にやってきました。まずは鉄道を通してですね、室蘭の歴史について、見ていこうと思います。この室蘭の発展のスタートというのは明治初期ですね、北海道内陸の空知丹田というところで発見された、豊富な石炭から始まります。この石炭は同時に日本の近代化も支えることになるんですけれども、この石炭という資源を安定してですね、本州、それから海外に運ぶ必要が生まれたわけです。そこで生まれたのが鉄道ということで、1880年にですね、デミア、現在の小樽から札幌まで開業したのが関越幌内鉄道。これが北海道初めての鉄道になるんですけれども、その2年後にはですね、この幌内鉄道が幌内丹田、本来炭鉱までですね、全通しまして、石炭輸送の大動脈としてですね、機能し始めるということになります。この時点ではその丹田と、小樽の方を結ぶ鉄道ということだったわけですね。で、この鉄道はですね、石炭輸出、というか石炭輸送というのと同時にですね、人口流入であるとか、人口のですね、人間の輸送であるとか、あるいは農産物とか生活物資とかの安定供給にもつながっていくことになりますので、沿線各地の都市が発展していくということになります。そしてその後、1889年にですね、関越鉄道を譲り受けた北海道炭鉱鉄道会社、通称北炭という会社があるんですが、この北炭が石炭輸送ネットワークを拡大させようということになって、室蘭港を使うということになりました。ではなぜ、室蘭が選ばれたのかということになりますが、ここに関しては北炭が明確な、戦略的にですね、室蘭を選んだということになります。これは何かというと、小樽港を国内向けの石炭供給地として、室蘭港、これはどこにあるかというふうに考えたらわかりますが、太平洋の玄関口にありますから、これを外国向けの石炭輸出港にしようというふうに考えたんですね。この住み分けと、太平洋航路の確保というのが、後の発展の基礎になったわけです。そして、北炭岩見沢、北炭が岩見沢駅からですね、今の苫小牧であるとか、登別であるとか、そういったところを経由して室蘭まで1892年に開通させるということになりました。これによって室蘭が大きく成長して、わずか数年でですね、石炭の一大石質港として成長を遂げていくということになります。そしてこの鉄道事業でお金が儲かると。で、お金が儲かるとその資金で鉄の町に変わっていくと。一番最初ということになりました。その一方でですね、よく考えれば、函館というのもより南の方にありますよね。ではなぜ室蘭が選ばれて函館が選ばれなかったのかというと、これは想像になりますけれども、単純に札幌とか、函館というのはちょっとそこら辺から遠いんですよね。で、それから、鉄道っていうのは当然金もかかりますし、土木的にも結構大変なので、できる限り短くしたいということもあり、それならということで短い方の室蘭ということになったんではないかなというふうに想像されます。それからですね、当時は、北海道もっともう開拓が始まる一番最初の段階で、札幌本島という、道路をまず北海道に通そうという風な話から、札幌の開拓というのは始まってまして、そのタイミングで、結ばれたのが札幌と、函館だったんですけれども、札幌から室蘭までは、函館から森という町までは、これ陸路で続いて、森から室蘭までは、これ海路でですね、内浦湾の、海運というのを利用して、海路で結んで、で、そこから、室蘭から札幌まではもう一度陸路でつなぐと
いう、この札幌本島の建設というのが、すでに行われていたんですね。これもあって、この海から陸への、乗り換え拠点である室蘭というのには、もともと人は、比較的いたんではないかなというふうに、推測されます。そういうこともあって、室蘭が、選ばれたということになるんじゃないかなと思います。というわけで、先ほどまで鉄道に注目していましたが、場所を変えてですね、鉄についてより注目していきます。というわけで、測量山の山頂にやってきました。ここからは非常に室蘭港の全体がよく見えます。地形を見ていただくと非常にわかりやすいですけれども、三方を丘陵地に囲まれて、西方向だけが開いているという入り江の形の地形。当然、湾内は波が穏やかで、天然の良港になっているということがわかると思います。で、ここはちょっと、ここからではですね、わかりにくいんですけれども、港湾区域の80割ぐらい、水深が9メートル以上ありまして、最大でマイナス16.5メートルの水深ということになっているので、非常に大型の船舶の入港に適しているんですね。この地形的な、あるいは水深的なですね、条件が大型工業を立地させるのに非常に有利になったわけですね。さあ、というわけで、ここからは先ほどの北端の話から話を続けていきたいと思います。1892年に鉄道が開通して、94年には特別施行に指定をされて、それから約10年が経った1906年に鉄道国有法というのが成立します。この鉄道国有法というのは、文字通り鉄道を国有化するという法律ですので、道内の主要路線、北端が運行していたこの室蘭までの鉄道というのも国有化されたことによって、北端が事業形態を大幅に変えると。で、この鉄道事業からの鉄道の買収にあたって会社は大きな資金を得るということになる。で、この資金をどこに振り分けるかということになったときに、鉄鋼業。当時は新興産業だったので、鉄鋼業に投じるということにしたんですね。これが室蘭の製鉄都市化というのの始まりになっていくわけです。で、当時の日本は、軍備増強が急務でした。1905年に終わる、日露戦争を終えてですね、より軍事力が重要になってくるということは、も目に見えているという状態で、それから実際、足りないということもあったので、それもあって、軍備増強が求められたわけですが。そんな中で、北端はですね、もともと、自社の夕張丹をですね、呉の海軍交渉の方に、納入していたんですね。で、その縁もあってですね、その結びつきを生かして製鉄所を計画しようと。で、その製鉄所を、呉の海軍交渉との結びつきもありますから使ってもらうのも、考えられるだろうしということで、室蘭港に面する入り江をですね、埋め立てて製鉄所の建設を計画したんですね。しかしながらですね、日本の国としては兵器製造の方が急務なわけです。結構切迫しているということで、製鋼所の建設というのを強く求めていくということになる。で、この製鋼所というのは、平たく言えば兵器の生産工場にもなるわけで、そういうわけで、翌1907年に、海軍用地を借り受けるという形で、日本国内初のですね、民間の兵器工場ということになります、日本製鋼所が建設されるということになりました。ここら辺で活躍したのが、当時、この日本製鋼所の取締役会長に就任した井上角五郎という人物になるわけですが、この日本製鋼所というのは、後にですね、戦艦長門の手法であるとか、あるいは大和の装甲板を製造するとか、いった形で、軍事面でですね、非常に重要な位置を占めていくということになります。実際に、世界のですね、世界4大の民間兵器工場のうちの一つにも数えられたというふうな、日本ではもう向かうところ敵なしの兵器製造工場ということになっていくわけですね。その後、明治の末期に入ると、日製鉄という、製鉄会社も進出していって、一気に産業集積が進むと。この炭鉱、それから鉄道、それから港湾という、インフラ基盤ですね。という、基盤の上に、製鋼業、それから製鉄業という新産業が乗ったということによって、室蘭は、非常に重要な町として、繁栄を遂げていくということになるわけですね。ちなみにこれは現代では、丹鉄港という名前で、日本遺産にも指定をされています。というわけで、ここまでは歴史をめぐって製鉄の町というのを捉えてみました。しかしながら実はこの巨大産業を支えたもう一つの秘密が、この土地の地質にもあります。次はそれを掘り下げていこうというふうに思います。室蘭市の太平洋側の浜辺の方にやってきました。街並みの奥にあるこの青いのが太平洋ですね。思いのほか綺麗だったんで今カメラを回してるだけなんですけど、
本題はこの先にある浜、イダンキ浜という浜があるんですが、その浜で説明したいと思います。というわけで、なぜ室蘭が製鉄の町になったのか、それを探りにやってきたのはイタンキ浜です。目の前には太平洋が広がりますが、今回の主眼はそちらというよりこちらの絶壁の苔です。室蘭市街の荒廃地というのは基本的にこういった形の崖に覆われています。この崖がなぜ形成されたのかといえば、当然もともと崖があったものがこの海によって侵食されたということになるわけですけど、なぜこの崖がもともとあったのか、それが火山による作用なんですね。この室蘭の町というのは火山によって一度作られ、それが侵食される形で形成されています。このイタンキ浜というのは鳴り砂というですね、歩いたらキュッキュッと音が鳴る砂浜なんですけれども、昨日はちょっと雨が降りましたので今日は鳴らないらしいんですが、そんな砂をですねちょっと近くから見てみるとこんな感じでですね、わかるかわかりませんが、砂自体が綺麗、そしてきめ細やかいのは当然として若干黒いのがわかると思います。この黒みがかった砂というのが砂鉄なんですね。この砂鉄とそれから鳴り砂を鳴らせる石英という鉱石があるんですが、この鉱石どちらも火山性の鉱石でして、火山の作用によってこの地域が形成されているということがよくわかると思います。そしてこの砂鉄が室蘭に鉄鋼業を呼び寄せた一つの理由なんですね。この室蘭はですね、火山活動に由来して、安山岩とか、玄武岩とか、ちょっと聞いたことある方もおられると思うんですけども、そういった岩石が基盤になっていて、そういった岩石が風化して侵食して、それから波に乗ってやってきたということで、このイタンキ浜が形成されているんですけれども、これと同じようなものがですね、室蘭半島の近くには非常に多い。つまり砂鉄が非常に多いので、石炭もあるし、それから鉄も用意できるだろうということで、じゃあ製鉄業だというふうに目がつけられたというのもあるんですね。実際はこの砂鉄っていうのを、実際に製鉄に使うというのにはちょっと難儀したようで、実際はここの砂鉄はあまり使われることはなかったんですけれども、それでも実際一番最初のタイミングで建てるということになったときに、それを助けた要素の一つになったと、言えるかなと思います。というわけで、この辺りの火山性の地質というのがよく見えるところがここ以外にもありますので、そこにですね、今度は行ってみたいと思います。というわけでやってきました地球岬です。この地球岬というのは結構室蘭の中では一番有名か2番目に有名かというぐらいの観光地になってまして、ここから見ると太平洋の、海の景色が非常に綺麗に見えます。今何が見えるかというと、海の景色はもちろんいいんですけれども、それ以外に見えるのが山々の景色です。この山々の景色というのが非常に面白いんですね。ちょっとズームして見ていくとですね、まず駒ヶ岳が見えます。で、内浦湾がぐーっと大きくあってですね、バーっと行って、ここら辺に見えるのが、有珠山、それから、小新山などが見えます。ここら辺のですね、山々は全部火山になってます。それから、洞爺湖なんかはカルデラ湖としても有名ですよね。というわけで、この辺り、非常に火山も多いということもわかると思います。ということもあって、本当に実は火山性の土地ということがよくわかると思います。ただその一方で噴火湾というふうによく言われます内浦湾ですけども、これは実はですね、カルデラだとかいうことではなくて、単純にこういう地形になっていると。むしろ地面が沈んだリアス式の海岸なんですけれども、なんで全然カルデラでも噴火湾でもないんですけれども、江戸か明治の時代に日本にやってきた海外の人が、この内浦湾に入っていってですね、それから牛さんとか、昭和新山当時はなかったですけれども、駒ヶ岳とか、そういった山々を見て、そこから煙が上がっていたのか、それを見て、これは噴火している火山の湾だと、フォルケーノベイだというふうに言って、それがそのまま噴火湾というふうになって、それがこの内浦湾の愛称になったということなんですけれども、全然実際はカルデラでもなんでもなくて、リアス式海岸なんですけれども、そういった話も、実は残ってたりします。そして実はこの室蘭の町というのは実は最初に言いませんでしたけれども、工場夜景が非常に有名な町でもあります。
今日は実は私、室蘭から青森にですね、津軽海峡フェリーで本州に渡るということになってますので、最後はその津軽海峡フェリーの中から、この工場夜景というのを楽しんで、その動画の終わりとしたいと思います。さて、というわけでフェリーに乗って、フェリー動き始めました。これがですね、工場群の夜景ということになります。実際にですね、日本12大工場夜景だったかな。のうちの一つに選出されていますし、そして日本夜景遺産にも、選ばれています。ここまでのですね、歴史で解説したのは、軍事産業に邁進していくまでの室蘭の歴史ですけれども、当然戦後になると、平和産業に転換していく必要が、出てきて、1951年には重要港湾、65年には特定重要港湾に指定されて、重工業地帯として非常に目覚ましい復興を遂げていくということになります。ただ70年代以降はですね、いわゆるエネルギー革命によって、石炭から石油への、エネルギーの転換というのが行われまして、石炭産業が衰退していく。それに伴って産業構造が変化していく。そして、地理的な制約というのも、この室蘭の場合はあったんですね。この浜野川は良かったんですけれども、背後がですね、ちょっと山が多いということがあって、港湾の敷地拡張が難しかったんですね。これによってですね、苫小牧港、ここは広い敷地というのもありますけれども、開発が比較的新しいんですね。新しい時代にならないと土木技術的に開発できなかったんですけれども、それが逆に穴になってですね、苫小牧港であるとか、あるいは他の北海道の港湾であるとか、さらに最近になってくると、海外のですね、港湾とかに、どんどん移っていってしまってですね。そこら辺が、より大規模なコンテナ港として発展していくということもあって、相対的にですね、物流拠点としての地位は、若干落ちたかなというような印象があります。というわけで今日は一日室蘭を巡ってきましたね。実はですね、室蘭で一番印象に残ったのは何かというと景色ではなくて、街の香りの方で、なんとなくですね、最初のシーンのあの場所からずっと思ってたんですけれども、鉄とかですね、あるいは手持ち花火みたいな、そういう匂いがですね、街からなんとなくするんですね。風光の関係もあるでしょうけど、そういう香りがですね、この室蘭の街が、製鉄の街なんだと、鉄の街なんだっていう風な、一番のリアリティが、そこにあるような気がして、非常にね、室蘭に来てるなという感じがしましたね。今回の動画は船の上から終わるということになります。室蘭の街非常に興味深かったですね。どの街に来てもそう思うんですけれども、室蘭の街も興味深かったです。というわけで最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。